ひよっこパイロットが撃墜王を目指すモッキーのエースパイロットを見ていただき誠にありがとうございます。去年ゲームと実写で学ぶ兵器解説をお届けしましたが、その続編になります。1年以上空いたからこの企画ポシャったのかと思ったんだけど、このチャンネルはフライトシムを中心にミリタリー全般を取り扱っていますので、興味がございましたら画面右下のチャンネル登録ボタンと高評価ボタンを押していただけると今後のチャンネル運営の励みになりますので、応援をぜひよろしくお願いします。またできるだけマニュアルとか兵器解説本などを参考にしながら解説していますが、間違った解説の時は遠慮なくコメント欄でご指摘いただけると助かります。さて今回は第二次世界大戦前のアメリカ航空機のボーイング P26 P シューターの兵器解説をゲームウォーサンダーなどを元に解説していきます。あれモッキー、ボーイングって第二次世界大戦に爆撃機を作ってたメーカーじゃん。そうなんだよね。今でこそ共同開発で戦闘機も手掛けているんだけど、第二次世界大戦中は主に爆撃機を作っていたメーカーだから、戦闘機って意外なんだけど、実はアメリカ戦闘機黎明期にはカーチスとボーイングは戦闘機開発で競い合っていました。カーチスに関してまた別の機会でお話ししますが、今回はボーイングに焦点を当てて解説します。アメリカ陸軍航空機のシェアを寡占状態にしたカーチスに挑んだのが民間ベンチャー企業のボーイングです。アメリカ海軍に納入した F4B が好評で、次いでアメリカ陸軍航空隊も P12 の名称で1933年までに586機の大量発注をもらい、カーチスを抜いて陸軍戦闘機の覇者になりました。 P12 の成功で名実ともに陸軍戦闘機メーカーの確固たる基盤を築いたボーイングは、金属製単葉戦闘機の開発に着手し、1933年に P26 の正式名称でアメリカ陸軍正式戦闘機として初めて胴体や主翼も全金属製の単葉戦闘機になりましたが、完全な肩持ち式にする自信はなく、この肩焼き焼きそばみたいな名前は何？それってすでに行った兵器解説の96式艦上戦闘機でも同じこと言ってたよね。肩持ち式飛行機って主翼を支柱やハリセンで支えることなく、翼の内部構造だけで支える形式の飛行機のことで、支柱やハリセンがないと空気抵抗を減らせるんだけど、翼の強度が必要になるんだよね。だからこの P26 は低翼単葉の全金属製だけど肩持ち式飛行機とは呼べず、しかも大行なズボンスパッツ付き主脚出しっぱなしの固定脚にしていて、見た目いかにも空気抵抗が大きそうなエンジンとタウンネンドリングなど服用機時代の印象も残してあり、新旧入り乱れた設計になっています。エンジンはプラット&ホイットニー社製 R1340 通称ワスプエンジンで、空冷星型9気筒の600馬力と低出力も全尾重量が1340キロと比較的軽量だったため、時速は377キロと比較的スピードは出ています。ちなみに同時期に開発されたドイツのハインケル HE51 が750馬力と勝っていたが、全尾重量が1900キロと重く、速度は330キロと遅いです。日本の95式戦闘機が800馬力、全尾重量が1700キロ、速度が400キロと比べると劣速になります。使用性能をウォーサンダーウィキと軍用機種によりざっと説明します。最高速度は高度 2285m の時に時速 377km、最大高度は 8500m。 ただしゲーム上で検証した結果は 9275m まで上昇できました。上昇率は1秒間に 12m、 1分間に 720m、 離陸滑走距離は 170m、旋回時間は18秒で、これは高度と速度を失わない持続旋回を行った場合の360度ターンにかかった時間です。
エンジンと重量は先ほど説明したので割愛します。乗員は1名、全長 7.26 メートル、横幅 8.52 メートル、限界スピードは時速508キロで、このスピードを超えると直ちに空中分解するわけではなく、急降下時700キロを超えると空中分解を起こし、引き起こしやロールなど600キロを超すと空中分解しやすくなりますので、限界スピードは安全に飛行するための目安と思った方が良いですね。機重は P26A34M2 の場合が 7.62mm ブローニング機重1丁と 12.7mm ブローニング機重1丁が付いています。その他のタイプは 7.62mm ブローニング機重2丁になります。ウォーサンダーには P26A34M2、P26A33、P26B35 の3タイプが遊べますが、違いは P26A34M2 だけが 12.7mm ブローニング機重1丁がありますが、他は同じ性能です。ただし配備を行うと時速82マイル 131.2km が着陸速度として速すぎるのが問題になりました。そこで P26A34M2 と P26B にはランディングフラップが装備され、着陸速度を15キロほど遅くし、時速73マイル 116.8km と大幅に着陸速度を改善しました。ところでモッキー、この飛行機の正式名称は P26 だけど、ホークとかイーグルとかファルコンとかって感じの相性あるの？いろいろ調べたんだけど、正式採用された際の名称が P26 だけで相性って見当たらないんだよね。じゃあ弱っち 7.7mm 機重だから豆鉄砲の P シューターにしようか。このへんてこな愛称はパイロットたちによって名付けられましたと記述があります。さて、同時期に開発されたライバル機と比較してみます。初飛行が1933年5月のドイツのハインケル HE51 と、初飛行が1935年3月の日本陸軍9号式戦闘機の比較です。こうやって見ると P26 って低力対応の全金属製だから最新って感じだよね。見た目はね、速度は HE51 より優速だけど9号式よりは遅いです。先ほどお伝えした最高高度は 9000m を超えてるんだけど、実用上昇限度が 8500m で、これが勝っていても次に上昇力が3機中最も低く、高度を上げるのも一苦労なので、最高高度の意味は全くないです。ドッグファイト、格闘戦で敵の背後を取るのは重要だけど、旋回時間は最も遅く、特にこの時代の服用機に格闘戦を挑むのは無謀と言わざるを得ないです。武装に関して P26A34M2 だけがこのブローニング 12.7mm 機重です。なぜ大火力の 12.7mm 機重を取り外したのかは不明ですが、高い高度から一撃離脱戦法に大きな影響が出ます。ウォーサンダーだと格闘性能が低いので、どうしても一撃離脱戦法で戦わざるを得ません。まあ高度を稼ぐのも大変なので、下手すると戦闘区域で敵の方が高い高度になっている場合もあるため、無理に突入せず周りを観察して、このレベル帯だとみんな大体低空での格闘戦をしています。なので短期になった敵機に狙いを定めて急降下をして一撃して離脱するのが一番生存率が高いとは思いますが、 P26A34M2 以外は 7.62mm 機重2丁なので、一撃で倒すことがなかなか難しいです。なので離脱している間に他の機に食われてキルアシストになるケースがまあまああります。なんとも豆腐な機体だね。急降下体制ですが、 P26A が600キロを超すと空中分解しやすくなりますが、9号式戦は600キロあたりで引き起こしやロールをしてもなかなか壊れにくく頑丈な印象があり、旋回性能、速度、上昇率、
急降下体制などに優れた9号式戦と戦うのはできるだけ避けた方が良さそうです。ウォーサンダーのコックピットの再現性に関して検証したいと思います。今表示しているのは実際の機体のコックピットの写真です。細かい計器の説明は割愛しますが、多分合ってるとは思いますが、計器の内容をざっと表示しています。さて最後に実戦に関してお伝えします。1933年に P26A を111機発注し、エンジンを R1340-33 に換装した P26B25 機を追加発注し、1940年 P35、P36 に交換するまでの陸軍主力戦闘機として7個追撃航空軍に配備され、アメリカ本土のほかハワイ、フィリピン、パナマなどで防空任務に当たり、中国には輸出用としてボーイング B281 として11機輸出され、スペインにも1機輸出されました。 B26 の戦闘記録としてウィキペディア英語版を見ると、中華系アメリカ人エースパイロットのジョン・ウォン・パンヤンは1937年昭和12年9月22日 AM5 96式艦上戦闘機を共同撃墜し、10月12日には南京上空で AM5 を単独撃墜したとあります。しかしマルメカニック96式艦上戦闘機には10月12日に13空の96式艦船11機が96中高の直縁として進出し、敵戦闘機7機の攻撃を受け、5機を撃墜するも我が方も3機を失い、96式艦船を空戦で失ったのがこれが初めてであるとの記述があります。10月12日の内容に差はないんだけど、9月22日96艦船が落とされたって話は違うね。そうなんだよね。国会図書館デジタルコレクションで検索しまくったんだけど、そのような記述はなくて、ウィキペディア中国版で見ると9月22日は水上機2機と交戦とあるので、多分英語版は間違いだと思います。ウォーサンダーウィッキで96式艦船との性能比較を載せていますが、圧倒的に性能が良いのが96艦船だけれども、相手の連度が高いパイロットとの空中戦ではやはり落とされることがあります。さらに驚く内容が再びウィキペディア英語版に書いてあります。太平洋戦争激闘の1941年昭和16年12月、フィリピン陸軍航空隊の第6追撃飛行隊のヘセス A ビジャモール隊と彼の P26 飛行隊はサブランとバタンガス飛行場上空で日本軍の三菱 A6M 冷戦と交戦し、劣勢であったにもかかわらず、ビジャモールと彼の飛行隊は三菱 G3M 爆撃機96式中高1機と冷戦3機の合計4機を撃墜し、うち2機はビジャモール自身が撃墜したと主張しました。 P26 でも冷戦を撃墜できるんだ。やるじゃん。再びウォーサンダーウィッキで冷戦との性能比較を載せていますが、もはや比較にならないほどの性能の違いがあります。こんな性能差があるにもかかわらず、さすがに撃墜というのは眉唾もので、国会図書館デジタルコレクションでこの日の出来事を検索してみたら、太平洋戦争航空士は下艦ビラモア隊とここでは記載されていますが、先ほどのビジャモール隊と多分同一人物だと思われますが、この功績でマッカーサーから勲章をもらっていますが、列機のジュリアノはこの戦果を認めていないし、冷戦に撃墜されたふりをして逃げるのがやっとだったと書いてあります。この日の冷戦の損害は P40 との空戦によるものだとの記述がありますので、ほぼ間違いなく嘘の戦果だと言えます。嘘をついちゃったけど勲章をもらっちゃいました。テレペロー。この P26 をもってボーイングの戦闘機としての歴史は一旦これで終了で、あとは大型機の開発と製造に専念しますが、だからといって全く戦闘機開発をしていないわけではなく、対日専用の艦上長距離進行戦闘機として XF8B1 を開発しましたが、艦上機としては空前の大きさと重量で、全長 16.45 メートル、全尾重量 9.3 トンで、
増装タンクを装備すると、航続距離 5000km と一式陸上攻撃機22型と重量と航続距離はほぼ同じですが、エンジンが3000馬力で、プロペラが20反転式3バネプロペラのため、最大速度 695km、20ミリ機関砲6の500キロ爆弾4発、または航空魚雷も積める高性能機だったんだけど、1945年3月に試作機が海軍に渡されましたが、対日戦に見通しが立ってしまったため、残りの機体はキャンセルになってしまったので、不運な機体です。それから時が過ぎて、2025年3月に高度なステルス性能を備えた次世代航空支配戦闘機計画にボーイングを主契約にした F47 が採用されましたので、主契約ボーイングとしては久しぶりの戦闘機になります。さて、今回のボーイング P26 P シューターの兵器解説はいかがでしたでしょうか。これらの本を参考にして解説しています。また、モッキーは歴史研究者でないため、解説が間違っているかもしれませんので、その時はコメントに書き込みをお願いします。ミリタリー全般も今後も続けていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンを押してね。それでは次回も頑張って作成していきますので、みんな見てねー。